さて、デュアルクラスならぬ39の中から7つまでクラスを選択できる複雑かつ面白すぎるスキルシステムを兼ね揃えたハクスラゲーがついに正式版発売とのことで、今回はオーサリオン・ザ・ラストバトルの紹介を行います。こちらおすすめの個人開発アクション RPG です。前作オーサリオンプロジェクトがあまり振るわなかったとのことで、新作に開発を移られましたが、今作も今のところ評判はそこまで上がっていません。ただし2年前に始まった早期アクセス版から今回の製品版は内容がガラリと変化しています。よくある冒険を兼ねた内容から大量の敵をひたすら倒すゲーム性になりました。例えば序盤からフルスロットルで無茶苦茶な数の敵が襲ってきます。当然こちらは弱いため、なんとか全力で今できる範囲内で対処します。何をどうしたら裁けるのか試行錯誤できるし、じわじわ強くなる様を体験できるため、成長の楽しみを多大に受けられます。特徴はその育成部分にあり、超実績システムがあります。敵を何体倒せみたいな項目が大量に用意されており、こなすほどヒットポイントあるいは攻撃力1アップみたいにプレイヤーのステータスが永続的に上がります。逃げ惑いながらでも確実に一体一体倒していけば絶対に強くなれます。次に最も複雑で面白い部分がスキル習得システムです。今回プレイした限りでは内容を完全に把握できなかったくらいです。まずスキル自体を育成できます。お金を払うことでスキルレベルが上がり強化できます。ただしマナ消費量が増え連続して使えなくなるためレベルはあえて上げない選択もあります。そして状況に応じて発動するスキルを設定できます。例えば敵に攻撃を当てた時に確率で発動するスキルを設定できます。オンヒット効果と呼ばれるものです。複数設定でき、上限があるかはわかりません。代わりにマナ消費が増えていきます。発動するかどうかは各スキルごとにオンオフ切り替えできます。オンヒット以外の発動条件系は理解できていないものもあります。常時発動するオーラ系、召喚系、ステータスアップ系といった多くの項目が用意されており、これが無限の構成作りに一役買っています。加えてスキルは習得する必要があり、敵からのドロップかあるいはお金でも買えます。レア度の高いものはすごく高いです。スキル育成と兼ね、他にも用途はあるためお金の価値は相当高いです。その上自分の選んだクラスにより覚えられるスキルが異なります。39あるクラスの中から7つまで選択できます。魔法系中心や近接と飛び道具両用みたいに選択肢は無限大です。一つのクラスごとにパッシブスキルツリーも用意されており、これまた育成の幅はありすぎるくらいです。それと定番のディアブロ系戦利品があります。セット効果があるものもあります。ジェムもあり、今回は確認できませんでしたが、多分装備ソケット穴にはめられます。ルーンワードもあり、強力な効果の装備も作れます。不要な装備は拠点で一括売却でお金に変換し、これまた成長につながります。美術面は前作を引き継いでおり、プレイ感触も悪くなく、たまにアイテムが拾えない不具合っぽい動作がある程度です。ゲームの遊び方の注意点として大量の敵が出てくると言いましたが、位置は固定で配置されており、プレイヤーが近づくと塊で登場します。ここでクリアリングが済んでいないところに逃げてしまうと、また違う一塊が登場し、対処が難しくなります。それでも逃げ打ちで撃破できたら達成感を得られますが、マップから拠点にさっとワープできるため、やばいと感じたら戻ると良いです。その後敵の配置は初期化されるので、またじわじわ行動範囲を広げていくと良いです。このちょっとずつの育成が非常に面白いです。その他前作から引き継いでる部分もあり、それはマップの探索要素です。ダッシュのほか2段ジャンプまでできるアクション性があり、宝箱をいくつ開けるとか達成するとボーナスがあります。前作はマリオやゼルダに近い探索風要素でしたが、今作は敵を大量に倒す方向にシフトしたため、探す部分は結構簡略化されています。2段ジャンプで急な坂も登れます。レベリングがてら見つけると良いです。以上、オーサリオン・ザ・ラストバトルは昔のアクション RPG 風ゲームをディアブロライク寄りにし、育成は独自かつ多彩で敵を倒すこと全てがキャラ強化につながります。今後はシステムや見た目の改善を行うアップデートを行うとのことで、正式版で一旦区切りをつけられたようです。プレイする人がどれだけいるか次第でアップデート頻度も変わるとのことで、気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。正式版発売日は2025年9月8日で、現在 20% 割引の960円です。超お手頃価格です。というわけで一体どんなゲームシステムなのか、実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。オーサリオン・ザ・ラストバトル、始めていきましょう。まずはキャラクターの作成。クラスはウォーリアーにメイジ、それとプローラー、
弓使いか。はじめに覚えてるのは、マジック、プロジェクティル、魔法の飛び道具ですね。あとは見た目変えられる。さらにシーズン。現状はシーズン始まってるんですか？なんか何週間後にシーズン始まるって聞いたけど。アイロンウルフにハードコアが別々になってますね。これは取引できないみたいな話か。まあ、とりあえずこれでいいや。チュートリアル。そっから受けましょう。以前のデモ版と同じかもしれませんが。やっぱり一緒ですかね。このチュートリアルは。はじめは移動。WSD ですね。オプションメニューから変更できるのかな？次はカメラ。マウスですかね。シフトキーで走る。で、これはスタミナを使う画面中央下の緑色のゲージですね。ダブルジャンプ可能。手けるぞ。よし、撃て。お、レフトクリックで魔法手倒し。次は、ピックアップスキル。地面の上のどこにあるんだ？こっちはどうだ？なんかあるんじゃないか？これはルニックワード、パワフルギアアップグレード。クラフト、レアか、それ以上のヘルメットネックレス。いろんな装備品？それなんか付けられんのかな？これをクリックすると、どうなった？なんか得たのかな？どうやってクリックすんだ？これでいけた。プログレスログ。これを発見したっぽいね。もらえんのかな？どれが選ぶ？全部もらってみた。なんか派手な音がしたけど、大丈夫か？なんだ、画面がいろいろ。ポイント割り振り。これは、スキルツリーかな？現状明治のみ。とりあえずこれから取ってきゃいいのかな？ライトクリックで戻せましたね。他に上には2つあるけど。さらになんかあるね。クラスが全部でこれだけある？上に書いてありますね。7つのクラスまで選べって話か。なるほど。全部で39ある。オーサリオンフラグメンツ。それを見つければ、さらに割り振れんのかな？これ見つける要素は前作と一緒ですね。ちょっとしたアスレチック要素的な感じでしたけれど。ポイント割り振りできますね。2ポイント。とりあえずインテリジェンス。あとエナジー。さらに、なんか達成したの？とりあえず実績を達成しまくるゲームでしたっけこのゲームは。それに応じて、なんかもらえんのかな？あと設定変えよう。インベントリはタブだね。ジャパニーズがあった。まさかの。これでちょっとわかる？ちょっと、どうかなこれ、日本語。読めるか？レベル2。これを達成したのか？これでなんかもらえる？いずれかを選ぶ。これが取れるっぽいね。陽皮紙。拡散ストライク。陽皮紙ってなんだ？下に設定されましたね。拡散ストライクが。1で、拡散ストライク。範囲して2は？なんだこりゃ。クラフトア系。ランキングに、これは装備のアップグレード。なんか素材使うんですかね。宝石。現状これらを覚えて、アイスパイロンサルート。いつ覚えたのこれ。現状これらを習得できますと。で、クラスを変更すればね、さらに覚えられんじゃないかな。で、またなんか実績達成してんだけど。次どれ？これだ。ランキングに注目してください。どうぞもらいましょう。ジェムがもらえる。エネルギーシールド。もらった。で、なんかゲームが進まないうちにどんどんレベルを上げられますね。クラスなんか取れんの？これ以上。エレメンタリスト。これ魔法使いっぽいね。これも魔法使いだ。魔法使い多いな。ここでタレントを見れる。何を覚えられるか。とりあえずまずは適当に魔法使いになってみた。こっから魔法使いとしても強くなれるんだね。新たな装備品。ライトクリックで装備したけど。こうやって両方足しゃいいのか。画面をね。B でスキルブック、ドラッグ&ドロップ。設定していない魔法も設定できんのかな？勢い。これどっちがこれ？それっぽいな。どっち？できましたね。これありましたね、これ。空中でもできんじゃないの？できますね。見た目面白すぎでしょ。チュートリアル完了だー。さあ、早速、敵あれ。すっげえ攻めてきた。一直線に。ひたすら撃つのに。いっぱいいる。なんだこれ。魔法使おう。暗い。このやっべえ。何これ。あれ味方なのもしかして。味方が混ざっていた。ちょっとクリアしたっぽいよ。まだいる？いや、あれ味方じゃない。やっぱり敵なのか。ちょっと範囲攻撃。これが強い。奴らどっちも当て撃ってんだ。当てずっぽの方向向いてますね。と倒した。アイテムは触れれば回収してくれるようだね。あそこなんか落ちてるよ。これは？何拾ったんだ？装備品。現状の武器はシングルスティック。これ魔法使いでもこれ装備していいのかな？ちょっとレア度優先するか。これはなんだ？これも武器なんだ。タレットスキルのボーナスダメージ。鎧。
さらに、レギンス。耐久性って書いてあるけど。ああ、敵から拾ったものは耐久度が減ってるんだ。デューラビリティね。さあ、冒険に出ようか。ここは。なんだ、また敵や。ああ、どんどん出てくる。あれだな、ドアーブンレルム見たくもありますね。この感じ。超大量に出てくる。今とやられることはないけど。にしても、多すぎじゃねえ。まあ、それくらい戦闘ね、ド派手にしたんでしょうね。以前とは異なり。すげえ強い。やばい。ライフ回復どうすんの？回復の仕方覚えてない。やばいやばいやばい。逃げよう。ピンチだ。向こうになんかある。光る何かが。あと離れながら撃ちゃいねえか。ああ、まだ現れてる。どんどん現れる。やばいやばいやばい。うわー、なんだこれ。スキルはクールダウン中。ここに入れば。どうだ。残り時間。報酬。これ一定時間とどまると。つまりライフ回復したいんだよ。回復したい。おめでとう。なんか達成した。いや、多すぎる多すぎる。何これ何これ。何起きてんの。これ負けイベント？そういうことじゃないよな、絶対に。すっげえ出てくる。絶対に勝てないこんなん。ポーションポーション。これだ。ライトクリック。やった、回復した。アクションバーに設定すればよかったのかな。とりあえずレベル上がってますね。時間が止められれば、ポイント割り振りできそうだけど。さらに、オークランク、多くを一定数倒したことで、なんか得たようだね。回復。逃げるのは正解なのかな、もしかして。戦わずに。でもこんだけね、出てくるからね、倒したいよね。結構やれてるし。落ちてんだよな。拾いたいよな、あれな。ああ、高低差を生かせば、意外と結構なんとかなる。実はね、奴らの攻撃は直線上だから。でもこんくらい難しい方が、やりごたえはありますよね。そこから抜け出した時の喜びがあるじゃありませんか。よし、そうしよう。ライトクリックで移動しながら、装備を身につけてパワーアップする。見た目をパワーアップしてる。ちょっと落ち着いた。左目のこれなんだ、このプラス。ああ、なんか、自責達成しちゃおうか。お宝がある。やった。なんか、オレンジの何か拾った。やばい。実は面白いかもしれない、これ。この初めからやっぱりこのクライマックス。何気に超面白くなってる。クリア。やった。おー、やりきった。この達成感よ。最高。とりあえず緑色を優先して取っていきましょう。今何も考えずにね。相変わらずポーション不足だが、これは今装備してるのはレジェンダリー。性能もいっぱいついてますね。ポジション、ステラテジスト、4分の1。これはセット効果かな？このストラテジストっていうね。2V でなんか能力得られますね。タレット系の。あとは進捗、いろいろ達成してるっぽいけど、この辺達成してるんだ多分。あらゆる種類のモンスターを倒すね。50体倒した。次は200体。クラフトは何キーだ？ K か。改善、ルーン文字。アップグレードしたい装備。それを配置する？レジェンダリーのネックレス。で、その後、選択したアップグレードをアイテムに適用できる。今なんか持ってんのかな？レアリティのアップグレードレジェンダリー。レジェンダリーにレアリティを上げられるって話か、これ。レベルアップ。アイテムのレベルを上げられる。アイテムレベルは2だね。現状これ持ってんのかな？これルーンワードっぽいね、これね。インベントリ内のルーンパワーを持つ機器を左クリックします？ルーンパワーを持つ機器ってなんだ？あ、でも、これはディアブロ2形式だね。ルーンワード、やっぱり、並べていくことで、装備品に特殊な能力をつけられますと。とりあえず、マナー回復ポーション、3に設定。もうちょい分かりやすいキーが欲しいかな。変更できるかな。ここをポーションとマナー回復にしてね、Q と E にするとか。設定してみよう。スペルバーショートカット。アルファってなんだ？これを Q と E にする。それ以外ももっと使いやすい場所にね、振った方がいいかもしれませんね。このエリアには銃の宝箱がある。羊皮紙って何？一回英語に戻そうかな。日本語やっぱり怪しいからね。スクロールだ。羊皮紙。なるほど。よく見ると、ゴールって書いてあるね。画面右に。副ボスを倒す。ミッションランク。ミッションランク2。セカンダリーボスを倒す。ミッションランク3。97体倒す。どこかにボスがいるっぽいな。このエリアには。マップを見てみようか。盗賊キャンプレベル0。これが目標っぽいね。で、オーサリオンのフラグメンツが残り3つあるっぽいよ。タレントポイント得られる。ピラー。これバフかな？まあ、隅から隅まで。見た方が良さそうだね、これは。で、これ、エイム力が結構試されますね。シューティングゲームみたいで面白いね。魔法はここから変えんの？もしかして。スラッシュ。これ、魔法というか、近接攻撃だよね。
フューリーとか、クイックケア、ライフ回復かなこれ。プライス400。すげえ高いのもありますね。3万とか。あ、この辺はレジェンダリー色なんだ。魔法にもレアリティみたいなのがあるんだね。これ買うといいんじゃないの？買ってみた。覚えたことで、ランドスキル。do not use 使わない。いや、使う。チェック入れると使わなくなる。カレントレベルは0である。ユニゾンスキル。レベルアップに30ゴールド。はい。レベルが上げられる？スキルの？うわ、マジか。通常攻撃のレベル上げられる？上げられる。魔法の表示を消すこともできる。これレベル上げるとなんか消費量増えるとかあるかなもしかして。もう一発上げてみよう。強くなってんのかな？多分なってんだろうな。とりあえずこれを鍛えればもうちょい回復量がマシになるんじゃないかなっていう気はしてますが。おー、育成がすげえ細かくできますね、これはね。で、パッシブも結構なんか設定されてるんだよね。初めから。どのタイミングで使われるんだ、これ。アクティベートタレンツエクイプメント。なんかで発動するっぽいんだけどな、これな。よくわからない。で、やっぱこれらを達成するにつれ、ステータスが上がってますね。ダメージボーナスとか、ダメージ軽減とか。超実績システムですね、これやっぱり。内容としては、何かを倒す、ボスを倒す、マップを達成する。あとこれなんだろうな。フィートオブストレングス？自分の強化に関する何かかな。いろいろ覚えたりすることで得られる実績が。ジェムをはめられる。現状装備品にソケット穴なさそうだけど。ドイツだ、ボスは。あそこにいる？あそこに1体ね。ボス2だ。ボス2が現れた。やったー！さらに、一気に全部目標が達成された。今拾ったら。魔法拾ってんだな、多分な。で、覚えたものが自動的に、とりあえず配置されてんのかな。っていうことか。リターントゥザギルド。いつでも街に行ける？なんか拠点があった。なんだ、ここでいろいろできたんだ。ジェムの売り買いかな。お金で買えるってやつか？ポーションも結構値段がしますね、現状は。お金はかなり貴重だからね、このゲーム。不要品を売りたいとこだが、ライトクリックで売れる。オートセルってあるな。どれを売るか、一括で設定できる。ちょっとノーマルを全部売るか。エクイプメント。これ売ってみよう。ノーマル。ウェポンは売ってないな。エクイプメントっていうのは防具を含むのかな。さらに売った。じゃあマジックを売るか。すっきりした。とりあえずアイテムを売るのも重要ですね。ストレージいっぱいあるね、これ。相当預けられそうだ。全部ランダムなんだね、これ。店売りは。チャレンジタワー。ここで鍵を使うのか。エリアを選択。さっきここを遊んでいて、まだまだ拾ってないものありますからね。クリックすると始められる。再び。もしかして、また、敵全部出てくんの？それはそれでいいんだけど。で、魔法でもっと面白いのがあった気がするんだよな。常に体の周りを魔法が放つみたいな。そういうのあった気がするけどね。ここら辺じゃないかな。一応安く買えるけど。ボルテージ。を試しで買ってみた。でも、いつ使われるかわかんないんだよな、これな。それらはアクティベートされるタレンツ装備、アザースペル、ライトニングだ。わからんな。これも1000だな。これスキルで覚えたやつだよね、多分ね。20% チャンスで、敵を倒した時に発送するんだ。顔。2つになったんだ、これ。このユニオンウィズ・ザ・フォレスト。条件が違う、発動条件が。こっちはいつ発動するかわからない。今雷が放たれたような感じがする。条件は不明だが。さっき設定したね。また放たれた。オンヒット効果かな、確率で。わかんねえ。あとなんか今ついてるよね。これが発動してるんだ今これ。なんかを条件に発動してる、ここら辺は。とりあえずつければつけるほど強くなることはわかる。スピリット・オブ・ポイズン。これ召喚魔法だったもしかして。オンオフできるんだ。これもっと早く覚えておけばよかったね。マナを使ってるっぽいね。1秒ごとに。これをオンにしておくと。パッシブでマナ回復あるんじゃないかな。なんかありそうな気がするんだけどね。これマナの消費量が減りそうなんだけど。とりあえず覚えてみるか。500。ここに設定された。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方は、ぜひダウンロードして遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。